皆さんこんにちは。今日は大丸の東京店に来ております。で、実はですね、私がすごい憧れなシュウエムラさんに来ております。そしてなんと今日は人さんにメイクしていただきます。よろしくお願いします。はい、春のツヤ肌メイクということなので、これからメイクをしていってもらいたいと思います。これがシュエマルですごい人気の泡状の下地になるんですね。はい、泡なのでお肌にのせた時にすごく薄くつくので、ファンデーションが素肌の上にピタッと密着するようにつくので、どんなファンデーションでも崩れにくくしてくれる。で、毛穴とかお肌表面の凹凸を滑らかにしてくれる効果があるので、お化粧の持ちもアップしますし、滑らかさもアップしますので使っていきます。はい、こちらが昨年数々のコスメアワードを受賞したザ・ライトバルブシリーズから待望のパウダーファンデーションが発売になりました。特徴はさっと一塗りで自然なツヤと高いカバー力が出るんですね。で、さらにこのスポンジがとっても特徴的なんです。これはこのファンデーションだけのために熟練した職人さんが手作業で一個一個作ってくれてるんですね。はい、でとにかく素肌に近い質感ということで厳選された素材で作ってます。かなりこだわりのスポンジで、じゃあこれを使って塗っていきます。お願いします。はい、このような感じでスポンジを指で挟み込んで持ちます。まずファンデーションは一番頬の高い位置からのせるのがおすすめです。一番カバーしたいのってこの部分なので、その部分から塗っていかないと全体的にムラになってしまうので、じゃあここから塗っていきます。スーッと外側に引くように塗ります。そうするとカバーしたい頬のあたりはしっかりできて、このいらないお肌きれいなフェイスラインは薄付きに仕上がります。はい、もうこれで頬は終了です。パウダーファンデーションのムラになったりすすムラができたりするんですけど、それが全く本当に出なくて、なんかスポンジって顔をスーってやってるだけな感じがすごいするんですけど、そうなんですよ。全然このファンデーションの重たさがなくて、すごくきめ細やかなファンデーションです。フェイスラインが薄くなるので、カバーしてる部分薄付き素肌というようになってきます。この時に結構皆さんの口元と鼻筋 T ゾーンにすごいファンデーションを重ねる方多いんですけど、それが崩れの原因にもなるので、もう頬の残りでいいですね。残りでこの鼻筋は特に仕上げてください。毛穴を塞ぐファンデーションの量が多ければ多いほど、ちょっとテカっただけでもすごく汚い崩れ方になるので。なんかベルベットみたいな。そうですね。今まだパウダリー感がちょっとあります。あとはこういうスポンジのファンデーションついてない部分を使ってフェイスライン伸ばします。そうするとより白浮きせずにお顔が浮かずに仕上げられます。こんな感じです。ここからはすごい特徴的なんですけど、つけた面と裏の別の面を使ってお肌の中の高い位置、光が当たった時の光の反射する部分を少し磨いていきます。磨く、はい、力は入れないんですけど、くる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 っとすることでお肌表面の余分なパウダーが慣らされてすごく滑らかになるので、失礼します。力は入ってないです。じゃあナチュラルハイライティング的な。そうなんですよ。粉っぽさが消えますね。特にこの鼻筋とかが結構やってあげると。で、反対側もくるくるします。力入れなくていいです。力入れると取れてしまうので、あとおでこもちょっと逆に取れちゃうんですね。そうなんですよ。これでツヤ肌、自然なツヤ肌ですね。パウダーの粉っぽさ、パサパサ感が消えて、そうでも分かります。これでファンデーションが終了です。ファンデーション終了です。オレンジパールのちょっと分かりますかね、これ。ちょっとテントで見てくださいよ、このパール感を。本当にもうすごいキラキラしててすごい自然なんですけど、ちょっと色飛んでってますね、ライト目で。でも次はこちらです。人気のシュエマルのリップのシュプリームマットというシリーズの中で新しい新色が発売になります。これは韓国でも先に限定発売してたんですけれども、すごい大人気で今回待望の日本発売になったということです。
きなり濃いめのリップパッと塗るのはすごく難易度が高いので、初心者でも簡単に取り入れられる方法で今日はメイクしていきます、はい、口紅のせるとすごく強くてムラになってしまったりするので、まずは最初これリップバームって言って唇専用の美容液です。特に乾燥する冬、今の時期とかはプルプルに潤してくれるので、これを先に塗ってから口紅をのせるとグロスみたいな仕上がりになってツヤも出るし、あれも防いでくれるっていう石二鳥なので、これを最初につけます。プルプル。一番高いやつから伸びていきます。こんな感じです。めっちゃ感じないですね。さっきのね色とはちょっと違って本当に柔らかくふわっと。でまた足したいときは中央だけ足していただくと、いくらでも調節効くので。さっきの色ちょっと恐れてたんですけど、これだったらすごいもういつでもできますね。ちょっとはっきりめのリップを塗ると肌が白く見えるので、美肌効果、美白効果っていう感じですね。リップに色味をしっかりちょっと持ってきた分、目元は少し控えめなメイクに仕上げます。アイシャドウ、パウダータイプのアイシャドウはすごく色が飛びやすいので、最初に下地のクリームアイシャドウをつけていきます。これをつけることによってピタッと密着して朝つけたメイクが夜まで持ちますので、これをまずつけていきます。ほとんど変わらないです、これは。今回はこういう感じのナチュラルな春の可愛らしいフェミニンな色味をセレクトしました。じゃあ今度アイホールですね、最初に。でクリームアイシャドウをのせてるので何回も重ねなくてもあっという間につきます。もう今つきました。次はちょっとコッパーという色ですね。ブラウンよりもちょっと柔らかい感じの色味をちょっとニュアンスカラーで可愛さもアップ。今度は締めのカラーですね。赤茶色。ピンクのちょっとキラッとするブルキラを今度は指でこの中央のとこのせます。ここが一番ライトが当たって光る部分なので、ここに指で軽くのせます。結構目の下に疲れが出るので、ちょっと飛ばすためにも明るい薄いピンクを入れといてあげるといいですよ。アイライナーですね。作り出し式なんですけど、柔らかいペンシルでウォータープルーフなのでとてもにじみにくいタイプになります。柔らかいメイクの時などはちょっと細いブラシで最後ぼかしてあげると、ぼかしジェルラインです。ブラウンで少しだけ目尻に染めます。今度は眉を仕上げていきます。で最後のこの眉尻の部分だけはやっぱり落ちにくくするためにも、あとシャープなラインを引くにもペンシルを使った方がいいです。最初は眉山からスタートすると、眉山のあたりに眉毛が一番こう集中して生えてるんですよね、向きとして。上は下向きに、下はこう上向きに生えてるので、それと同じようにブラシも動かして描いていくと自然と生えてる眉のように仕上がります。結構周りを囲んじゃう方も多いんですけど、そうすると不自然な眉の形になるので、なので囲わずに眉と同じ流れに足していく感じですね。もう一個綺麗な毛束を作ると。おお、すごい。わかりますね。長いのが。目が丸く大きく見えます。今回ツヤ肌メイクということで、ハイライトはツヤの出るパール入りのハイライトを使います。で桜色のふんわりとしたチックを仕上げていきます。高い位置ですね。ふわってしてあげると光が当たった時だけツヤっとします。なのでわざとらしくないんですよ、自然な感じで。
ではこれで春のツヤ肌メイクの完成です。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあこのメイクのポイントは、はい、このパウダーファンデーションは高いカバー力なんですけれども、自然なツヤが出るので重たく見えにくいのがすごい最大の特徴です。なのでしっかりちょっとカバーはしたんですけれども、素肌っぽい仕上がりになります。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では、これをご覧になった皆様に実はなんとプレゼント企画があります。そしてですね、期間中に、対象のお店に行ってもらえば、動画を見たと言っていただければ、先着でプレゼントがあります。で、詳しくは下にちょっといろいろ貼っとくんですけども、一つはこちらの2月7日に新しく発売になりましたフォアフィニッシュとフレッシュシャインクリアクレンジングオイルです。こちらを2回分先着20名様にプレゼントいたします。サンプルサイズなんでぜひぜひで、とてもラッキーな1名様にこちらのザ・ライトバルブ UV コンパクトファンデーションケース付きを1名様にプレゼントいたします。あ、惜しかったっていうことなので、はい、今日は上村さんの三田さんにメイクをしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。